アイユーブはこう伝えた。私たちはかつて、若い女性たちがイードの礼拝に2回出かけることを禁じていました。ある女性がバーニー・ハラフの宮殿にやってきて滞在し、彼女の姉の夫が預言者、彼に平安と祝福あれと共に12の聖戦に参加し、姉もそのうち6回は夫と共にいたという話をしました。彼女、その女性の姉はこう言いました。私たちは、傷者の手当や患者の世話をしていました。ある時、私は預言者に、ベールをつけていない女性が家にいても問題はありませんかと尋ねました。すると預言者は、彼女は同伴者のベールで身を覆い、善行やムスリムの宗教的集会に参加すべきです、と答えました。アティアが来た時、私は彼女に預言者から聞いたのかと尋ねました。彼女は、はいと答えました。私の父が預言者のために犠牲となりますように。彼女は預言者、彼に平安と祝福あれについて話すたびに、私の父が彼のために犠牲となりますようにと言っていました。私は預言者、彼に平安と祝福あれがこうおっしゃるのを聞いたことがあります。未婚の若い処女と、いつも身を隠している成人女性、あるいは身を隠している若い未婚の処女と月経中の女性は、敬虔な信者たちの善行や宗教的集会に参加すべきですが、月経中の女性はムサラ、礼拝所から離れていなければなりません。ハフサはアティアに驚いて尋ねました。月経中の女性とおっしゃるのですか？彼女は答えました。月経中の女性はアラファト、ハッジやその他の行事には参加しないのですか？サヒーフ、アルブハーリー324。ハディースの説明。イスラーム以前の時代には家庭用品に過ぎなかったムスリム女性に、イスラームは地位、立場、そして重要性を与えました。賢明なる立法者は、イスラームのヒジャブの着用と男女間の交わりを避けるという法的制限を遵守する限りにおいて、イスラームの儀式への参加を禁じませんでした。そのため、女性はムスリムの善良さと呼びかけを目の当たりにするために、イードの礼拝場所に出かけることが奨励されました。このハディースの中で、タビーやハフサ、ビント・シリーンは、思春期を迎えたばかりの若い女性がイードの礼拝場所へ家を出ることを禁じられていたと述べています。おそらく彼らはそれが許されていることを知らなかったからそうしていたのか、あるいは第一期以降に起こった腐敗などのためにそうしていたのか、一人の女性が彼らの元を訪れ、名前を明かさず、バスラにあるタルハ・イブン・アブドゥッラー・イブン・ハラフの祖父であるハラフに由来する、タルハットとして知られるバヌ・ハラフの宮殿に滞在した。女性がイードの礼拝場所に出かけるのを妨害するような状態にあるのを見たその女性は、自分の姉の夫について語り、彼が預言者、神の祝福と平安あれと共に2回の銃の戦いを目撃し、自分の姉はそのうち6回を彼と共に目撃したと語った。彼女は他の女性たちと共に病人の世話をし、負傷者の手当てをしていたという。ある休日、彼女の妹は預言者、彼に神の祝福と平安あれに、頭と体全体を覆う幅広のベールを持たずにイードの礼拝場所に出かける女性について尋ねました。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、彼女にムスリムの妹からベールを借り、礼拝場所に出かけ、善行に励み、ムスリムを招待することを怠らないように進めました。その後、ハフサ・ビント・シリンは、アティーヤが彼らのところに来たとき、彼女がその女性のハディースについて尋ねたと報告しました。彼女はそれを確認して信じ、預言者、彼に神の祝福と平安あれがすべての女性、たとえ月経中の女性や思春期を迎えたばかりの若い女性であっても、イードの礼拝場所に出かけるよう命じたと伝えました。ハフサ・ビント・シリンは、アティーヤに尋ねました。月経中の女性は、イードの礼拝に参加するのですか？彼女はこう答えた。はい、私は彼のために父を犠牲にしても構いません。彼に平安と祝福あれ。そして、女性が経験するいくつかの状況を挙げた。生理中の女性はアラファトの演説を傍聴したり、出席したり、あれこれのことを目撃したりしないのですか？あれこれの目撃もしないのですか？と彼女は言った。これは、生理中の女性が参加する大規模な集会や行事を列挙したものである。類推的に、彼女はイードの礼拝場所への参加は許可されているが、列の後ろに留まり、祈りを捧げず、モスクの外にいなければならない。ハディースには、生理中の女性はモスクを除き、神を想起したり、知識や記憶の集まりといった善なる場所を放棄してはならないと記されている。したがって、生理中はモスク内に座るべきではない。これはまた、女性がイードの祝賀行事に外出することが許されていることを裏付けている。ジルバブを持っていない人に借りるように命じるなら、持っている人に借りるように命じるのはなおさらふさわしいことです。この説は、アンサール族の女性の美しい道徳観、すなわち彼女たちがイスラームのヒジャブを着用し、体を覆い尽くすという制約、ゆったりとしたジルバブをつけずに外出することを禁じていること、そして女性が不要不急の外出を禁じていることを物語っています。この説はまた、
女性が軍事遠征に参加することが有益な目的のためであり、誘惑や堕落の危険がないのであれば許されることも示しています。この説は、同胞たちが預言者、彼に平安と祝福あれをどれほど崇拝していたかを示しています。彼らは預言者のために父母、彼に平安と祝福あれを犠牲にすることなく、預言者について語ることは滅多にありませんでした。